チンのアコースティックギターなんですけれど、一旦全周剥がして、でもう一回再接着し直した。木材の収縮とかねによってかなり段差があるんですよ、この部分って。このギターに関してはね。はい、ようやく塗装が全部剥がせました。冒頭でお話しした通り、この修理に関しては、バインディングを一旦全部剥がして、で、もう一回接着し直してるんですね。木の痩せとかもあって、結構この辺バインディングとネック材の部分とか、段差があったんですけれど、それもこう削り込んで平らにしてます。これ今150番じゃないですか。で、次240番をかけていって、表面をさらにこう滑らかにしていくんですけれど、その前に、今回のこの修理に関しては、塗装に関しては、こういうパーフリング、貝の埋め込みの部分とかですね。あとは、ボディの表面は全く手をつけてないので、この段階で240番をかける前に、瞬間接着剤、低粘土のサラサラの水みたいなやつね。この瞬間接着剤で、こういうね、サイドの部分とかに、こう、全体をね、染み込ませていきます。これはなぜそうするかというと、そもそももうバインディングが接着力が弱って、剥がれかけてたんですね。で、場所によっては貝殻もポロポロと剥がれるところも見かけました。なので、そういう部分をそのまま、塗装でまた封じ込めるんじゃなくて、アロンアルファでこう染み込ませることによって、もうちょっと接着力をね、しっかりさせようっていう、そういう、狙いがあります。もちろんこれが、ちゃんと内部までこう、貝のね、この接着面の部分までこう浸透していって、いくかどうかっていうのは分かりませんけれど、一応念のためね、全体をアロンアルファでこう今からやっていきます。このアロンアルファはもうすごい水みたいにサラサラなんですぐね垂れるんですよ。なので、このヘッドの表面とかにこう垂れていってしまわないように、なるべくね、こういう方向ね、下に垂れる分には全然影響はないので、こういう感じです。ね。もし仮にこれが、下にこう落ちても、特に影響はないですから、こういう方向で作業をしてくださいね。ネックジョイントの部分のパーフリングの部分にも低粘性のアロンを今から染み込ませていくんですけれど、マーチンの場合はボディとネック別々に塗装して、最終的に後から、組み立てるんですね。接着するんですね。なので、隙間が空いてるんですよ。ジョイントの部分って。この作業をすることによって、隙間にもね、接着剤がこう、入ってきますけれど、もうそうならざるを得ないので。で、しかも、これから塗装をするじゃないですか。で塗装をすることによって必ずこの隙間ジョイント部の、隙間っていうのは、塗料が乗ってしまいますから、その部分でねこの個体は再塗装したんだなっていうのは分かってしまうんですよね、プロが見れば。ギブソンとかは逆にボディとネックをジョイント接着した後に塗装をするので同時に。なので、最初からこのジョイントの部分っていうのは塗料が乗ってます。マーチンは乗ってないんですね。こっちの下の方はもう一回接着し直してますけど、念のためもう一度染み込ませます。特にね、ここの
ヒールキャップっつうんでしたっけ。この白い部分、ここはね結構浮きやすいんですよ。このギターの場合は特に浮いてなかったですけど、この辺もねちゃんとこうやってねやっておくと安心です。あと裏面もやります。裏返す時は垂れないようにね、表側に気をつけてください。もうこういうティッシュペーパーでこうやって拭いちゃって大丈夫なので、また後でね240番で綺麗にしていくので、でね、この作業をやるもう一つの意味は、バインディングの接着を強化するっていうね、第一の目的の他に、たまにですけど、空間が空いてる部分があるんですね。空洞が。でそういう空洞が空いてる部分を、アロンアルファで埋めてあげる。そういう役割も担ってます。空洞とかそういうなんだろうな、もう本当に小さな小さな穴とかが開いてると、塗装をしてった時にそこだけこうクレーターみたいに陥没しちゃうんですね。よし OK かな。はい、これで、一晩置きます。真ん中忘れてた。これからね、次の作業は240番で、生地調整をしていくんですけれど、まだね、この部分、指板のバインディングですね。このボディに乗っかる部分の塗装をね、剥がすの忘れてたんで、ここを240番のペーパーで、削り落としていきます。これ150番で削らないっていうのは、150番使わなくても240番でね削っていけば、削れてしまう量なので、極力こういう細かい部分とかあんまり粗い番手ではやりたくないんですね。はい、150番はもう終わったので、次は240番をやっていきます。240番からはもう結構楽なので、無敵の笑顔で集めや150番の傷が消えればいいので、ではやっていきます。一応くくりで分けると、今までの150番っていうのは、塗装剥がしですね。元々の塗料を剥がす工程が塗装剥がし。この240番からっていうのは生地調整っていう作業です。目的はこれから、再塗装をしていくにあたって、この生地の面、木の面をきれいに仕上げていく作業、そのことを生地調整って言います。私は一応分けて考えてますね。ちなみに、アロンアルファの染み込んだ跡がね、ありますけれど、これをね、完全に落とさなくても別に大丈夫です。特にマホガニーとかね、銅管がこう太いやつ、木材に関しては、かなり奥まで染み込んじゃってるんですよ。この染みをね、完全にこう、削り落とすとなると、結構こう、多めに削っていかないといけないので、多少ね、アロンアルファが残ってても大丈夫ですね。もちろん残っててもって言っても
こってり乗られてる部分をそのまま残しちゃダメですよ。綺麗にね、削ってきますけれど、まあ、その段階でほとんどアロンアルファは落ちるんですけれど、それからこういう角っこは240番、この段階で削ります。ネックのね、この部分、削り方の方向なんですけれど、まあ、最初は木目とは、直交するような形で丸みに沿って削ってましたよね。で、最後、こうやって、木目に沿って、縦方向に削ってます。もうこれからだんだんとこう仕上げの段階に入ってくるんでね。はい、今240番で研磨中ですけれど、ここ分かりますかね。この部分、これ150番のペーパー傷の跡なんですよ。で、こういう部分が残らないように、しっかり目を凝らしてよく観察して、こういうね、磨き残しというか削り残しがないように、240番で全体を仕上げていきます。こうやってね、今ね、言いましたけれど、マーチンはこういう削り残しはほんとないです。綺麗に仕上がってます。ところが、こういうね、生地調整段階での、こう、粗いペーパーの傷残し跡がね、残ってるんですよ。なんでそういう傷を残すのかなっていうね。まあ、量産品だからしょうがないと思うんですけど、まあ、あんまりね、ザ・クオリティっていうのは、伏せときますけれど。はい。本当に単調な作業です。240番でひたすら吸っていきます。某 G 社みたいにね、削り残しがないようにね、十分注意しながら、仕上げていきます。360番でもう終了なんですけれど、
240番でしっかりこうやって仕上げておきさえすれば、後のね、最後の360番は、非常に楽です。ただね、最後ね、バインディングの部分がこれだけだと、傷が残ってるんですね。傷とかね、要は木の粉がね、その傷に入り込んじゃってるんですよ。なので、バインディングの部分だけは、最後別途に、仕上げます。綺麗に真っ白になるようにね。磨きながらよく注意してみると、この辺とか、この辺ね。あとはここもそうですね。ちょっと白くなってるの分かります？で、こういうふうに白くなってるところっていうのは、まだ微妙に塗料が残ってるんですよ。削ると、よいしょ。ほら、綺麗になりましたよね。削り残しの塗料がないように削っていきます。まあ、アコースティックギターだとよくあるんですけど、いくらこう削っていっても、こういうね、塗装が落ちきらないところがあるんですよ。で、そういうところっていうのは、ここが平面ではなくて陥没してるところです。よく古いギターとかを再塗装するときはあります。そういうケースがよくあります。で、まあそういうケースの時は、もう仕方がないんで、こういう柔らかめのスポンジパッド。こういうスポンジパッドを使って、あえてそのくぼみのところの塗料を削り落とします。で、当然ながら、削り落とすと、そこの部分っていうのは、こう、へこんだままですよね。程度にもよるんですけど、下地層であるサンディングシーラ層を吹き付けてね、平らになってくれるのもあれば、そうならないのもあるので、まあね、その辺はちょっとケースバイケースで、最終的に仕上がりの面がこう、へこんでる通りのような見た目になったとしても、まあそれはしょうがないって感じですね。で、まあ、あえてね、番手が粗い、例えば150番とか100番とかで、そのへこみがなくなるまで削り込んでもいいんですけれど、そうすることはイコール、この板圧が薄くなるっていうことなので、まああんまり極端な場合はやめた方がいいですよね。そのままこうデコボコのまま残して仕上げた方が板圧が薄くならずに済みます。はい、あとバック面のみです。240番。お願いします。はい、あとは、ここの角ですね。角っこを整えて240番は終わりです。
こうやってパッドを使って整えた後に、あと指でね、何もパッドを使わないで、こういう感じでやるといい具合のアールになります。もちろんあんまりやりすぎはダメですよ。はい、これで240番が終わりました。次は、360番です。360番で最後ですね。おはようございます。360番。はい、今360番が終わりました。でもうこの段階で生地調整完了ですね。今この段階だと、ダスターでホコリを飛ばしたとはいえ、まだね、木の粉がべったりつくんですよ。なので、このキッチンペーパーとかでね、こうやって、ほら、こんな感じ。で、空拭きで今ちょっと粉をね、大雑把に取ったんですけれど、これ無水エタノール。これでね、しっかり拭きます。無水エタノールがなければ、普通のエタノールでもいいんですけれど、消毒用のね。無水エタノールの方がアルコール 99.9% なんで、乾きが早いんですよ。で、このエタノールで拭くときには、ラッカー塗装の部分には、垂れたりしないようにね、気をつけてくださいね。ラッカー塗装はエタノールに対して溶けちゃうんでね。で、当然なんですけれど、この段階でよーくまたね、こう光に照らして削り残しの傷がないかとかね、十分にチェックします。で、今なぜ無水エタノールでしっかり粉をきれいに拭き取ったかっていうと、その理由はですね、今360番でこの木の面に対してはもうきれいに整えたんですよ。ところが、そのまんまだとこのバインディングの真っ白な部分がまだね、こう汚れてるんですね。木の粉が付着したりしてて。で、今度今からこのバインディングのこの真っ白な部分を今度番手が一つ上、600番で綺麗にね、真っ白にしていきます。で、この真っ白にする作業で、さっきの要はエタノールでちゃんとこうやって木の粉を拭いとかないと、せっかくこう削った後に拭き取ろうとすると、木の粉の色がね、ついちゃうんですよ。なので、極力ね、こういう風にエタノールで拭き取ってます。今ね、600番で削りますけれど、よーく見ていただくと、この削る前は、木のね、粉がね、付着してるんですよ。で、600番で削った後は真っ白になります。使うパッドは、ちょっと小さめな、これ今使ってるのは、ゴムのパッドですね。小さな、ブロックの木の、あれに、ゴムのパッドをつけた、そういう当て木を使ってます。手でもいいです。600番のペーパーでこれ今やる、この作業に関しては、手でね、こう削ってってもいいです。で、目的としては、こう、バインディングの部分が真っ白になるように。
こうやってね、見ていただくと、割とこう傷が残ってますよね。まあこの辺はね、なんだろうな、240番の傷も残ってると思いますけれど、まあ後で600番で仕上げるんでいいかと思ったんですよね。おそらくね。バインディングのこの白い部分を全面仕上げていきます。これもね、結構ね、大切な作業なんですよ。結構っていうか、これ一番重要な作業ですね。このまま汚れが残ったままね、塗装してしまうと、もう 100% 後でこう完成した時に見た時に、あれなんかここ汚ねえな、みたいなね、そういう風になっちゃいますから、このエンドのこの部分ね、ここはね、結構入念に行った方がいいです。割とね、この部分って傷が残りやすいんですよ。見落とししやすいんですね。で、面積も広いですし、ここはね、入念に仕上げた方がいいですね。はい、これで今バインディングの部分を600番で全てきれいにしました。もう一回無水エタノールで全体をこうきれいに拭いてあるんですけれど、その段階でまたここの白い部分が少しローズウッドのね、この木の粉が付着してしまうんですね。全体をこうきれいに拭いた後に、もう一回、600番でここの部分、バインディングの部分だけをこう綺麗にさらってきます。そうするともう真っ白になりますからね。当然ながら、こういう中央部分のところとかもこうやって、白くしてます。こうやって一回撫でるだけで OK です。それで綺麗になります。基本的にはサンドペーパーをかける方向っていうのは木目とこう平行なんですけれど、もうね600番とかっていう番手になると、まあたとえ仮にね木目と違う方向のこう600番の傷がついたとしても、それは塗装をしてしまえば全くわからなくなりますから、そんなにね気にすることはないです。よし。はい、これで完璧です。はい、で、お次はですね、墨入れですね。バインディングと一回剥がして、それで、再接着しましたよね。で、バインディングの素材自体が縮んでるので、再接着すると、こうやってね、隙間ができるんですよ。で、その隙間には同じバインディングの素材で埋めて、処置はしてあるんですけれど、元通りの積層のバインディングにはできないので、こうやってね、後で墨入れをするんですね。で、そうすることによって、見た目が違和感なくなります。こう、爪楊枝で書き込んでいって、ちょっと太くなっちゃったなとかっていう時は、後でね、こういう風にカッターの刃とかでね、
こう削り取っていくと、綺麗に仕上がります。で、ちなみに、これ今使ってるやつは、アクリルガッシュってやつですね。エアブラシ用の、アクリル塗料です。画材屋さんで売ってます。画材屋さんで売ってたが正しいかな。これ今あるのかなわかんないですけど。エアブラシ用として前はこういうね、水っぽいサラサラの状態で売られてたんですね。はい、おはようございます。これから塗装に入るんですけれど、その前にまずしっかりマスキングをしましょう。一つ補足なんですけれど、このギターのネックっていうのはマホガニー材ですよね。で、マホガニー材っていうのは通常は目止めをします。で、ところが今回のこの再塗装っていうのは、製造時段階で行われたであろう目止めと、その後にもう塗料が染み込んでるじゃないですか、木材に。なので、目止めを行わなくても全くね、大丈夫なんですよ。この後の塗料拭きを見ていただければわかると思います。そのまま目止めを行わずに塗料拭きに入ります。諦めろ悪やからあんたらなんかまたなんても彼はバーバラバーバラバーバラ何事はない速さ。一つ重要なことを忘れてました。これ1500番の水研ぎペーパーなんですけれど、ヘッドの塗装面のこの際ですね、軽くね傷つけときます。傷つけるというか艶消し状態にしておくというか、これもし仮に表面にちょっとこの1500番の傷がつこうとバフィングですぐ落ちますから艶が出ますので、そんなに神経質になることはないです。あとボディ側もやります。ボディのトップ面のこの端っこね、側面との端っこ、ここを1500番で削りましたよね。でその理由はなぜか、塗装する前のマスキングテープをこのように貼ります。ほんのちょっとね、この元の塗装、ここが元の塗装ですね。この元の塗装に少し新しい塗料がかぶるようにしてで塗装するんですよ。なので、そのために足付けと同じような感じですね。1500番でこの角っこを、傷をつけています。携帯のね、この画像のアップで見るとね、結構幅が広く見えるんですけど、これそんなね、露出はしてないんですよね。ちょっと引きで見てみましょうかね、これね。こんなもんですよ、こんなもん。こんな感じね。このマスキングの境目っていうのは、塗装の段差ができますので、その段差を最後の水研ぎで落としていく。じゃあ早速マスキングテープをきれいに貼っていきます。ここのヘッド面に関してはこのような1枚もので済むマスキングテープを使います。はい、ここで問題。このサイズの幅であれば、ヘッド全面を覆うには3枚必要なんですけれど、そうすると塗装によってはこれから何週間かこれを貼りっぱなしにするわけじゃないですか。そうするとね、剥がした時にマスキングのね跡がつくんです。特にラッカーね、っていうかラッカーにしかならないですけど、ポリはまずならないですけど、でね、ラッカーもね、跡がつかないものもあれば跡がつくものもあるんですよ。これはね、やってみないと分かんないですね。このギターは特にそういうマスキングテープを、数日間貼りっぱなしにしてても跡がつくことはなかったです。このね、動画を撮影しながら作業をするっていうのはね、非常にこのカメラが邪魔なんですよね。お前邪魔だ、どけって言いたくなりますね。
はい、でお次は指板面なんですけど、ここもねちゃんとこのねフレットのこの際にこう爪をこうやって食い込ますような感じでしっかりこう密着させます。このね指板面のこのマスキングをいい加減にするね工房さんがね結構あるんですよ。まあどことは言えませんけどね。どのぐらいのクリアランスを残してマスキングテープを貼るかというと、このぐらいですね。私の場合はほんのちょっとこのフレットの一番下が見え隠れするぐらい、こんぐらいのクリアランスを残してマスキングテープをしていきます。さてさて、なんでこうやってわざわざ幅広のマスキングテープを貼ってから細いマスキングテープを貼ったでしょうか。サンディングシーラー拭いて最後のトップコートを拭く段階でマスキングテープここ剥がします。でもう一回新しいマスキングテープを貼るので、そのために剥がしやすいようにこうやってここだけは細いマスキングテープにしてます。サンディングシーラーを塗ってって塗り重ねていって、クリアも塗り重ねていって、最後の最後にマスキングテープを剥がしてもいいんですけれど、そうするとね、すごくこの際の部分のところに塗料がたまるんですよ。やっぱり最後のクリアを拭く前に一旦ここマスキングテープ剥がして、それで、もう一回新しいマスキングテープを貼って仕上げた方がこういう際の部分というのはね綺麗に仕上がるんですね。でこういうのを頭の中でちゃんと今後何をするかで、その何をするためには、どういうふうに貼っていけばいいのかっていうのをちゃんとね頭の中で考えながら、先を見越しながら作業するのが結果的にうまく綺麗に仕上がるコツなんですよね。それには当然ながら経験も必要ですし、老眼鏡ボリューム2。どうやってマスキングしようか迷ってたんですけど、今回ネックも塗装しますよね。だから、サンディングシーラーの時はいいんですけれど、クリアのトップコートの塗装の時に、ネックをこう握って持ち手にして、それで拭くっていうことがねできるっちゃできるんですけど、やっぱり微妙にネックに跡がつくんですよ。
まあもちろん最後には残んないですけど。なので、このね、サウンドホールにこうやって手を突っ込んで、ここを持ち手にして塗装したいなと思います。で、そうするにはどうすればいいかというふうにちょっと今考えて、まずこの中に新聞紙を詰めます。で、この縁も全部マスキングテープで覆って、で、その他の露出してる部分も新聞紙で覆って、それでやっていきたいと思います。はい、これでひとまずマスキングが完成しました。こうやってマスキングを分けることによって、万が一何かしらのねトラブルがあった時に、これを1枚ペリ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 って剥がして、もう一回こうマスキングし直したりとか簡単にできますよね。こういう風にしとけば。はい、ここで今緊急で動画を回してます。昨晩ね、パート1をアップロードしました。で、公開したんですけれど、その後のコメント欄に、ウッドフィラー、目止めの工程が楽しみですとかね、そういうコメントがね、あったんですよ。ちょっとご要望に応えて、今からウッドフィラーのやり方を説明していきます。今、これは240番で削った後なんです。わかりやすいように少し丸みを帯びさせたんですよね。フラットな面じゃなくて。私の場合は240番が終わった後にウッドフィラーをします。私が使ってるウッドフィラーはこれです。スティマックから販売されてるやつ。グレインフィラーって書いてありますよね。いろんな色がありまして、これはマホガニ色。これがローズウッドですね。これがエボニーで、アッシュ。あとね、もう2、3種類あったんですけど、私はこの4種類を使ってます。大体これで事足りるんでね。これがなかった時代もあったんですよ。今から30年前とか。25年前とか、おそらくね。その時は、ホームセンターで売られてるトノコを使ってました。確かね、染料とかを混ぜて、それで使ってたっけかな。色付けする際に何を使ってたかって、ちょっとね、曖昧なんですけど、はい、手順を大まかにざっくり説明しますと、今これ240番が終わりました。ダスターでホコリを飛ばして、綺麗に表面を拭き取っています。アルコールとかで拭き取る必要はないですね。その次にトノコを塗っていくんですけれど、塗った後にだいたい5分から10分とか乾かして、空拭きします。綺麗な布で。最後に、360番のペーパーで綺麗にこう、擦ってきます。まず、ウッドフィラーですね、これね。で、これに水を加えていきます。このスティマックのウッドフィラー説明書というか、ピーナッツバター状になるぐらいって書いてありましたね。で、今回わかりやすいように、こっち側の面だけ塗ってきます。こっちは塗りません。こう木目と、こう、直交する形ね。こうじゃなくて、こうね。工場の製造現場の動画とか見てると、割ともうなんかもう、ハケでべったんべったん塗ってますけど、あんな風には塗らないですね。製造現場ではああいう塗り方が効率がいいからこそああやってるんでしょうけど、よーくこうすり込む形で。アップだとこんな感じです。はい。で、これで、5分、10分とか待ちます。乾燥させます。今ね、だいたい10分ぐらい経ったんですけれど、こんな感じで、生乾き状態です。こういうね、空拭きか、もしくは、かなりこってり乗ってるんであれば、こういうやつ、ラバーのね、
ガラスを掃除する時の水切りですよね、これね。これはね、あんまりね、使わないですね。例えばバック面の広い面積を一気にやるとかね、そういう時はこれが活躍するんですけれど、木目と必ずこう直交する形でね、こうやってこそぎ落としていくんですよ。で、これご覧の通り、全然量も多く乗ってないので、まあこんぐらいしか取れないんですよね、これ使ったところで。なので私の場合はまあ大抵はこういう乾いた布、タオルでこうやって落としてます。ある程度ね。木目と平行じゃなくてこう90度。今こんなちっちゃい生地を使ってますけれど、実際ネックとかね、そういうのやるときは、まあネックぐらいだったらこのぐらいのサイズでもいいのかな。もっと大きなね、タオルを使います。で、これが今拭き取った直後の、状態です。で、こちら側が、処置してないところですね。で、お次は360番で仕上げていきます。今この表面っていうのは240番でしたよね。また生地調整の続きということです。結構ね、目が詰まりやすいんですよ。このウッドフィラーを落とす、研磨するときって。すっごい細かい粒子なんでね。で、今はまあ、こういうふうにね、並行する形でやってましたけれど、曲面にこう、沿う形で。線引いときましょうね。で、もうこの段階では、粉を落とすのもそうなんですけれど、360番で生地調整をするということなので、240番の傷がちゃんと消えるように。もうこれで仕上げですから。あ、そうか。こっち側もやんなきゃダメですね。最後に木目と平行ですかね。はい。で、今、ダスターでホコリを吹き飛ばしてきました。もう一回アップで見てみましょうね。こっちがウッドフィラーを施したやつです。で、こっちがなしですね。で、今360番をかけ終わりました。で、最後に、これはキッチンペーパーですけど、普通のタオルにね、水を含ませて、で、ギュッと固く絞った状態にして、で、ここの表面を拭き取ります。方向は、こっちですね。これ今マホガニーなので、あんまり目立ちませんけれど、これがアッシュ剤とかでやる場合は、こうやって拭いた後に、例えば黒色とかね、そういうウッドフィラーで目止めしたんであれば、その色がね、他の部分に付着しちゃうんですよ。今のこの工程をすることで、ちょっとね、黒ずんじゃうんですね。ですから、もう一回これが乾いたら、360番で表面を軽く削っていきます。そうすると、アッシュ剤のその他の部分というのがパッとこう映えるようになるんですね。はい、これで、基本的にウッドフィラーの工程は終わりです。で、最後補足ですけれど、目止めの処理をした後は、一晩乾かします。で、翌日に有効とシーラー、塗料拭きをしていきます。今ね、次の日ですね。昨日ウッドフィラーをやって、で一晩乾かして、今有効とシーラーを吹いてみました。今ちょうどメモリ80ですから、100まで入れちゃいましょう。しっかり塗料が塗られるようにします。ちょっといっぱいになっちゃいましたね。まあいいや。でこれはなぜ行うかというと、この後のクリア
の塗装よりかは塗装のバリが取れれば OK